日進月歩、塩田正宏です。今日は、青木先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。で、青木先生はもうちょっと今、一番お会いしたかった先生で、ある時ね、オンラインサロンで青木先生の話が出てきまして、で、青木先生ってどんな人なんだと、こう調べてみて、でね、まずね、僕ね、最初ね、この道を作る道を開くっていう本を読んだんですよ。で、この本を読んでちょっと革命を受けたんですよ。これって合気道が求めてる、上柴先生が求めた世界じゃないかなと思いまして、で、上柴先生も我すなわち宇宙って言うんですよね。で、青木先生も天地人々我一体という言葉をこう記されていて、やっぱりここには何でしょう、争いのない世界であったりとか、そういったことが描かれていて、僕がやりたいのってこれだなっていうことと一致したんですね。なので、すごいお会いしたくて、で、お会いするきっかけになったのは、安江先生と前田明さんと飲んでいたときに、安江先生、青木先生知ってますかって言ったら、もう知ってるっていうことで、その次の日、塩田さんという方が会いたがってますって、安江先生から送っていただいたんですけど、メールアドレスが先生、毎回なんか変わってらっしゃる。なんかね、3週間後ぐらいに青木先生がたまたま安江先生に連絡をした時が、僕がもう青木先生に会いたくて我慢できなくて、メールをした時なんですよね、ちょうど。それも偶然重なって、以前ちょっとお話しさせていただいたんですけども、今日はそのね、青木先生の考えをこう YouTube でお聞きできればなと思っております。よろしくお願いします。青木先生、ちょっと軽く自己紹介を、視聴者の方わからないと思いますので。青木先生は、武道家、宗教哲学家、書家、ボディアーティストね、いろいろな、肩書きを実はお持ちです。で、そもそももともとは、空手の、最高段位に、先生がまだ、20代の頃に昇格されて、で、その後ずっと空手を、中央大学で教えられてました。で、そこから、新大老という、楽天会というグループを、形成して、で、その後、そこから新大道という、新しい体の道という、武道の創始者です。で、そこから、新大道から、様々なことをね、先生どんどんその新大道をベースに開発されてきました。で、その一つが、天心処方塾で、で、その後、剣舞天心流というね、刀を持った、剣術を創始されて、で、ずっといろんなことをされてるんですけども、今は、剣舞天心流の宗家、そして、新大道が新しく名称を変えて、天心大道になっています。なので、今は、天心大道の創始者、そして、剣舞天心流創始者、で、あとは、書道も、されているという、すごいもう長い経歴を短くまとめるのが、すごく、難しい先生です。青木博之先生です。だそうです。で、先生、天地人々我一体って、先生は何でしょう、この実体験で、公園名前何でしたっけ？野毛山公園。野毛山公園で、すごい厳しい稽古をされていて、ある時こう気づかれたというか、先生は実体験で、こういうことが重要なんだってこう気づかれていて、天地人々我一体って、どういうことなんですかね？そういうことですよ。そういうことなんですよね。そうなるためには。やっぱり、天地人ってよく言いますけど、やっぱり我々、スポーツマンみんなそうですけど、もう相手っていうのは大変な、もうね、戦ったりなんかしますよね。我々は戦いじゃないんですけれども、それでも相手ってのはいつもいるわけで、天地人じゃなくて、人々我。で、人々っていうのは社会ですよね。と一体にならなきゃいけないということで、ちょっと長いけど、天地人一体じゃなくて、天地人々我一体って言ってるんですよね。で、この大いなる宇宙空間がありますけども、人間の体も一つの宇宙でね。で、相手の体も当然そうです。それとそれがいろいろ混ざり合ったり溶け合ったりなんかしてるわけなんで、一つは理想ですけどね。やっぱり一人一人の命の宇宙空間ってあるわけで、それが無限の時間、無限の距離を持つ空間のこと、ヒンズー語でアミタバ。それはアミダブって漢字にね、翻訳されて中国から日本に来ました。阿弥陀仏っていうのは仏様って意味じゃなくて、阿弥陀バ、阿弥陀仏って言葉自体が大宇宙って意味なんですね。その大宇宙を作ったバイローチャナとかビルシャナっていうのは、ロシャナ仏って奈良の大仏さんになってますね。
あれは大宇宙を作ったエネルギーですね。だけど昔、文字も読めずね、畑耕したり魚取ったりして、どのくなって生きてた人たちに、アミターバとかでは大老茶になったってわかりませんからね。それをシンボル化した阿弥陀仏と大事にそれを使って、拝めって言ったのはね、一つの知恵だと思いますよね。で、私はそういう大宇宙ができると同時に人間そのものもそこでできていると。で、命もいただいてこうやって来ていると。その辺のことを、しっかり体で受け止められるようなものになりたいと思うんですよね。じゃあ、具体的に技っていうものを考えたときに、強いっていうのは私はとても良くないと思いますね。強いというのは弱いというものがありますよね。はい、そうじゃなくてね、効くって言葉を使ったらいいと思うんですよ。技が効くね。はい、そう強いと弱いは対立してますよね。効くってのは、例えば一本の紐で、こっちが効く、こっちが効かないで、だんだん切っていってもね、効かないでも、こう組んでやっぱり効く、効かないってあるわけで、一つのものの二つの両面の現象ですよね。そういうことで、技かけた場合も、効く、効かないっていうことですよね。これは武道をね、好きな人がビデオ見るでしょうから、例えばちょっと手出していただいて、何でもなくて普通にこう出されますね。グッとちょっと押していただいて。はい、やっぱりね、なんか若いからとても強いですよ。こう手をグッと開くとね、パーッと開くととても強くなる。エネルギーが発散されますから。で、ところが、これが、どうもありがとうございます。開いたものに対して、うちは解放体って呼んでるんですけど、こう握ったのが自己体って呼んでますんで、自分で守るですよ。こういうのがあるわけです。そうすると、例えば浅草の観音さんなんか行くと、仁王像でね、開放体開いてるのと握ってるのあります。開くと閉じる、開閉一助です。一体であるということを言いたいと思うんですけど、ただそれだけじゃわかんない。そうすると、この開いた技と握った技の間に二つの道がありましてね。で、一つは、まっすぐ、きちっと立って、まっすぐの姿勢ですよね。開いたところからまっすぐになって、ぐっとこう、自己体になります。もう一つは、開いたところからこんにゃくで柔らかくなってから、ぐっとくる。二つの道を考えることができると思うんですね。で、それで、私たちは三角の図を書いて、開放体と自己体やって、で、下に流動体ですね。陽気体って言ってますけど、流動体、柔らかいのがあって、真ん中に成立体、まっすぐ立つ。こう置いてるわけですね。で、そうしますと、姿としては、開放体と自己体のそういうものの間に正しいまっすぐの姿勢があるんですが、動きとしては流動体が入ってきます。天津科で陽気体、気を養う陽気体と呼んでますけど、流動体って言った方がわかりやすいと思います。ですから、それを統合して開いたり、閉じたり、流れたり、まっすぐになったりするわけですよね。姿勢なんかも、成立体っていうのもですね、で、このお話の最中ですけど、塩田先生にちょっとね、実演してもらいます。ちょっとまっすぐ立ってみてください。はい、足の重心はね、かかとに降りちゃいけないんですよ。でね、土踏まずの真ん中に降りなきゃいけないんです。そうすると、一枚の板があるでしょ。板を立てたとき、かかとからこうなったりしますね。で、ここに重心が来るんだったら、当然、頭がここより前行きますよね。で、だから今こうやってね、あんまり強くないと。そうすると、もう少し楽にして、いいですよ。立ち上げて楽にして。少しね、このくらいにするとね、で、背伸びしてみてください。ぐーっと背伸び。かかと上げて、かかとぐっと上げて、もっと背伸び。そう。自然に前行くでしょ、体がね。重心、ほら、ちょっとあなた、ね、ちょっと見て、ほら、体が前行ってるでしょ。で、これはね、こっちから落ちても同じぐらいの強さなんです。そうしますと、普通直立ほどでこうやってるのはね、とても悪い姿勢なんです。こいつはね、曲線とこんな昔、私の子供の頃は戦争中ですから、気をつけ、前にフィョーンってやったけど、とても弱い姿勢なんですね。柔らかい、まっすぐで、ただ、ちょっとこう、土までくるくらいのがいい姿勢なんです。こういう様々な稽古は、姿勢を整えて、動きを整えて、心を整えて、もういろんな面のあれやこれやらなきゃいけないことが多いんでね、非常に大変なんですけども、そんなことを、こう、勉強してるわけですね。やっぱり今、天地宇宙と一つに溶け合うっていうのが大事ですけど、強い弱いはね、やめた方がいいと思いますね。強いっていうのは弱いとね、一緒じゃないからダメなんです。そうじゃなくて、技が効いてるっていう言葉の方がいいんじゃないかと思うんですね。
それはこのビデオを見てくださる方々に考えていただきたいことですけども、ちょっともう一回これでおしっこしますね。それこっちが強い、あっちが。これはもう叶わないですよ、こんなね、若い人にね。ところが、力抜いていくと、なんでもなくなっちゃうわけです。本当になんでもなくなっちゃう。もう一つは、うちでは連気組手、気を練る組手ってこういうのあるんですね。はい。で、こう向いてこっち向いて座っていただいて、合気道じゃね、合気上げなんていう名前でやってるみたいですけど、うちはこうにして、手をこうに開いて、はい、ぐっと前出していただいて、こっち出していただく。これぐーっとね。で、ここからちょっと手出してみてください。ぐーっと。やっぱり力強いから簡単にやられちゃいますよね。とても強いですね。で、こういう強い人をやるときに、ちょっと天の力をお借りしてね。そう別に、もう、符を持ってね、片手で、なんでもないです。危ない。危ない。力一歩押してみてください。より返されちゃう。そういうふうなことで、柔らかい力の強さってありますけど、さっき言った喧嘩が強い弱いじゃなくて、効いてるってことですね。技が効くってことですよね。で、あなたは性格的に普通の日本の人とちょっと違ってて、非常にオープンなんですよ、気持ちが。だから気がね、開いてるから、華やかなんだよね。で、充実してて華やかで、素晴らしいなと思ってるんですけど、今度そこでもって、ふっと腰抜いて、そう。そんで、楽な姿勢になると、これ技がね、もっと効いてくる、この技が効いてくるんです。とても、さっきの両手より強いですよ、この片手の方がね。だから、効くっていうことは、何なんでしょう。有効的に力を働かせなきゃね。宇宙エネルギーを取り込むって言ったら大げさですけど、それを阻害するものは力みなんです。で、力を入れるというのと力むというのは違うんですね。力入れるってのは普通に力入れる。入ってくるんですけど、力むっていうのは無駄に力んじゃうっていうかね、無駄になっちゃうと力が流れないんです。天地宇宙と溶け合って、こういう木がね、緑の葉っぱが、今盛んにあれですけど、こういうものと同じように私たちも自然の中で生きていけるといいですよね。ところが、食べ物なんかでも、今いろんな食べ物に、商品の中に何が含まれてるか見るとすごいものがいっぱい入ってますよね。そうじゃなくて、やっぱりなるべく自然、いいものを食べて、高いものって言うんじゃないんですよ。自然のままのものを、なるべくそういうものを食べて、体も整えて、柔らかくし、考え方も柔軟にして、心も開いて、人々と付き合って、愛情を持ってね、生きていくってことはすごく大事だと思うんですね。ですから、武道の極意ってのは、人を愛すること、自分を愛するように人を愛すること、慈悲を持ってね、やっぱり困った人を助けてあげたりなんかすること、みんなで希望を持って生きること、やっぱり夢を持って生きることっていう意味で、たくさんの人がね、武道なんかやってない人もそう思って生きてると思いますけど、そういうことがとても大事なんですよね。で、技の中にそれを生かしていくっていうことがすごく私は大事だと思いますよね。で、武道の先生方は、やっぱり生徒たちにそういう目をね、どんどん解放して、教えて育てなきゃいけないっていう、やっぱり教育するっていうのはとても大事ですから、で、自分もね、教育されるわけです。なんで、そういう考えと密接につながって肉体哲学っていうかね、それを皆さん作っていかないといけないと思うんですよね。なんか余計な解釈かもしれないですけど、その先生は、常に人とかね、その社会とかね、宇宙とかね、大自然とかね、いろんな世界中のいろんな要素を、それぞれ大切にしながら、それでチャートで天地人々は生きたいっていうできてくるんですよね。まとまってね。で、それを武道帝というね、大義、ボディアートで表現しているんですよね。っていう日常的な要素を大切にされている気持ちからできるような、名前とかね、印象ですよね。そうですよね。実際、そういったところを体現されて、もう、先生って技をどんどん変えられてるじゃないですか。こっちの方がいいとか、そういうことってのも、やっぱ、例えば合気道はこの技がこれだって言ったらもう変わっていかない部分もあったりとかするんで、そういったところを、次回のお話で、聞かせていただければなと思います。先生、ありがとうございます。